疲れ様です。コーレワークスです。今日はね、マキタ、おじさんはミルウォーキー派ではあるんですけども、あくまでもね、ミルウォーキー派というのはパックアウトなんですよ。工具に関しては、マキタ結構使ってます。ほとんどというか全部40ボルトの機種なんですけど、まあこれが一番よく使ってるスライドで、集塵機、ハンディクリーナーですね。でこれいいね、便利。ブロワーと X ロックの、グラインダー使ってます。これね40ボルト出てね、すぐ飛びつきましたね。それと丸ノコ、集塵丸ノコを使ってますけど、まあ、使ってるっていうほどね、使ってないのよ。ほとんどこっちなんで、手すりの工事の時はね、これを使って手すりの工事してる人も多いと思うんですけど、ちょっとね苦手なの。丸ノコこれさ、下手なので、そんな中でも、最近ね動画にもちょっと映り込んでることが多いと思うんですけども、プランジ丸ノコ、プランジ層を今日は紹介したいと思います。で丸ノコ、大工さんなんかね、こうフリーハンドでこう縦に使ったり、こう上手に切るじゃないですか。あれね、憧れるんですけど、おじさん下手なんですよ。曲がるんですよ。でほとんどほんとたまにね、屋内の靴ずりの撤去とか、そういう時の補修で使ったりするんですけど、で、車のカスタムを結構するようになってから、やっぱりこう板物をね、正確にまっすぐ切るという作業が増えてます。でこれでやってたんですけど、どうしてもやっぱりね、なんかまっすぐに、ね、なってるんだけど納得いかないっていうことが多くて、でこのフランジ層、導入しました。で重さはね、やっぱり普通にこう使える丸のこではあるんですけど、全然重さが違います。もうベースがねこんなに大きいんで、これがねバッテリー今これついてる状態ですけど、これで 4.4 キロだから、ちょっとこうね上向いたりとかそういう作業には向かないと思います。もうしっかり、板に乗っけて滑らせるという使い方になりますね。でこうプランジ層っていう名前なんですけど、くり抜いたりする、例えばこういうところから刃が出てない状態なんで、このままちょっとバッテリー外しますね。このまま押し込めば刃が出るという仕様です。普段はね刃が隠れてるんで、丸ノコ嫌いのおじさんも非常に安心。任意の時点から下ろしていけば、そこから切れるっていうね仕様になってます。でこれはプランジ層っていう名前なんですけど、海外ではやっぱりトラック層って言われてるんですよね。でそのゆえんは、こういった専用のレールがあります。これはね実寸で1900、こっちが1000、確か1400もあったかな。これはね、レールは当然別売りなんですけど、この形状を見てほしいんですけど、このトラック層にも同じ溝がついてます。ここにはめることによって、ちょっとずれてるか、この上を滑って切れる、長尺物がねまっすぐ切れるっていうことです。ここにねゴムがついてるんですけど、ここを墨に合わせれば、ちょうどそっちから見れるかな、こんな感じで刃が出てくるんで、
でこれは直角切りで56ミリまで切れます。この状態だとね折りないので、ここのクイックストップのロックっていうのを外して、ここを押して初めて下に降りるという仕組みになってます。このボタンを押さないと、ここのロックがね、これでわかるかな、押すとこれが引っ込みます。こういう感じ。ここは深さのゲージが入ってるんで、任意の深さにゲージを合わせればここまででカチッと当たるということですね。でね、これいいところがね、このクイックストップロックっていうのを押したままでもある程度動くんですよ。でちょっと刃が出るのね。これで最初に一発溝掘りをして毛羽立ちを防止で、そこから任意の深さで切るっていう機能がついてます。ここもこっちから見ると分かるかな、ここだけねちょっと溝が掘ってあるんですよ。分かるかな。ここにねクイックロックをしてても、クイックロックはここの間だけ動くようになってるんで、押す、この間だけクイックロックで押してても動く。刃はこれ以上出てこないので、この状態で一発切っておいて毛羽立ちを防止した上でもう一回ロックを外して切るっていうこともできます。ちょっとね前後になっちゃったけど、刃の交換に関してはこれもね、よく考えてるよね。ここにこういう回転する場所があるんですけど、押していくとここをね回転させるとこのロックがカチッとはまります。ここにね。でこれを起こせば、刃の交換ができるようにここにねナット六角の受けが出てきます。これで押せばもう解除で、これはメモリに戻ると。この深さ調整のねネジ、これネジ式なんですけど、これあんまり締めちゃうとね結構硬くなっちゃうんで、それほど締めなくても良さそうですね。であとはこれは傾斜切りもできます。ここの前のネジを外して、あとね後ろにもこれネジありますんで外して、こういう形、これで45度ですね。でここにレバーがあるんですけど、これを起こすと48度まで切れます。おじさん使わないけどね。ここにねちょっとこれやりにくいんだけど、黒いレバーがあるんですよ。当たるかな。これをグッと押し込むとマイナス1度、要は反対側ですね、反対側に1度倒れます。起こせば戻る。これを押し込んで、そうするとマイナス1度。これもおじさんは使わないけどね。あとはねここに 22.5 度っていうのがあって、これはもうそのまま倒せばそこにパッと止まります。 22.5 ね。これもおじさんは使いません。でレールは別売りでね、こういうクランプも売ってます。これねちょうどここの形状もう分かりやすいかな。ここにね穴開いてるんですよ。ここに差し込んで、下はこう開いてるので、
結構ぐーっと自由度は高いですね。でここでテーブルに押さえる、こういう形でしっかり止めるということがねできます。でもねほとんどこれ使わないんですよ。この後ろにね滑り止めのこのゴムがついてるんで、これをもうね材に当てちゃってこれを乗っけちゃうんで、相当滑る素材じゃない限りねこれずれないね。こうやってずらそうとしてもずれないから、今ねじってるけどずれないんですよ。ほとんどこれでロックしないでレールは乗っけるだけで切ってます。レールはねアルミだから軽いですね。じゃあ実際に切ってみますね。まあでもほとんど毛羽立ちないよね、直接切っちゃっても。一回ちょっと毛羽立ち防止をやってから切ってみようか。でねこれここにレールのロックがついてるんですよ。で置いた時にこのロックをしておけば要は倒れない。傾斜させるとねこっちに倒れるんでこうなりやすいんですよね。でその時にこのロックがあればレールと一体化してるんでこう浮いちゃうようなことがねないです。毛羽立ち防止。これでちょっと溝がついたね。でロック外してどう？あんま変わんない？でもだいぶ違うね。こことここそんなに変わんないか。刃がまだね切れるからな。長尺定規での傾斜使用時でも墨と刃物の位置が一致。これね45度傾斜させても墨の位置は変わらないらしいんですよ。本当？墨で直角でね切ってみますよ。でこっから45度曲げて同じ場所から切って、ちょっと深くしなきゃダメかこれ。よし。固定してない。固定をしてない。さあどうなの？墨の位置ちょっと違うよね。ほら墨の真ん中だもんね。こっちは墨通り直角の時切れてるけど45度倒すとちょっと入るね。これはどういうことなの？ちょっとおじさんわかんない。大工さんならこの意味がわかるかもしれないけど、これでいいんだよっていうのかもしれないし、いや違うでしょって言うかもしれないし、おじさん使わないからいいんだけど、
でこれ対象物によってね回転数がダイヤルついてて1から5まで変えられます。あともう一つは、Bluetooth 入ってないけど Bluetooth で集塵機と接続も可能ですね。集塵機はおじさんマキタ使ってないんで、これはこのままそんなに量も切らないから付属の集塵袋で間に合ってます。今日はね簡単ではありましたけれどもマキタのプランジソーの、紹介をさせていただきました。やっぱりねこれお値段はそこそこするんだけどおじさんみたいに丸のこ下手な人曲がっちゃう人には必須ですね。おじさんとしてはねバックアウトとの相性が気になるわけですよ、このプランジソーと。結果といたしましてはいってらっしゃい。